さてどうも、今回作っていくのは芋料理です。ハッセルバックポテトをアレンジしたハッセルバックポテトフライを作ります。アコーディオンポテトとも言うんで、アコーディオンフライドポテトでもいいんですかね。これは作り方、味付けもシンプルで簡単なんで、ちょっとした時にさっと作れますし、仕事から帰ってきた時にパパッと作っちゃってビールと一緒にね食べても最高だと思います。というわけで早速、下準備していくんですけど、使うじゃがいもは今回はメークインです。家に男爵芋とかがあればもちろんそれ使っていただいて問題ないと思います。そしてここからはですね、結構重要なカットの部分なんですけど、割り箸をね下にこうやって置いておくと、下までね行き切らずに割り箸が止めてくれるんで、間違ってね切り落とすことはないと思います。こんな感じでね、あとは、均一に幅を均一に、切れ込みを入れていくといった感じです。ちょっとね慣れてないとこう幅がね不揃いな感じになっちゃうこともあるとは思いますけど、まあでも初めてやる場合はそんなに気にしなくていいんじゃないかとも思います。こんな感じでじゃがいも何個か切れ込みを入れていきましょう。でこう開いた時に本をめくるみたいにパラパラできたら、これはねベストに近いと思います。そして切れ込みも入ったので、今度はですね、口に入れた時に一口でこう食べきれるようなサイズ感にカットしていきます。ここの幅はまあお好みなんですけど、分厚くしたい場合はもっと厚く切ってもいいですし、もうちょっとこう薄めに切って、食感の違いを楽しんでもいいかもしれないです。カットした時の幅によって若干食感の違いっていうのは出てきますからね。それで水に一旦くぐらせて、この切れ込みを入れた間にもでんぷんがねこう潜んでるんで、それを少しだけ落としてあげます。水で洗い流すというか、ここの水の切りがね甘いと当然油の中に入れた時に非常に跳ねますから、結構ね重要です。それで、水気が切れたら今度はですね、今回揚げていく時に油に香り付けをしたいんで、ニンニクとハーブを加えます。ローリエと、冷蔵庫にローズマリーとタイムもあったので、それらを紙でくるんでこうちょっとねブーケガルニみたいな感じで、これをオイルに入れると非常にねこうハーブの爽やかな香りが移りますから、これでねこのポテトたちを揚げていくと美味しくなっちゃうってわけです。こういった香りのね付け方はフランス料理ではよくありますからね、そういったエッセンスもちょっとここに加えてます。そして一発目揚げるときは160度ですね。160度でこう、水分がねなくなってくるとアグレッシブな油の動きがなくなってくるんで、そうしたら一旦引き上げます。もうニンニクもね火が完全に入ってるんで引き上げて、オイルを次は180度に引き上げたらもう一回ポテトたちを中に入れます。で完全にカリッと揚げていく感じですね。この時にブーケガルニはもう十分香りを移してくれたと思うんで、ブーケガルニも引き上げておきました。で周りをね全体をこうかき混ぜながら、温度を均一に保ってカリッと揚げていきましょう。こう香ばしくねきつね色になってくると思うんで、そのあたりがね頃合いですね。もういい色になってきましたよね。これ見るからにうまそうですね。それで油をしっかりと切ってですね、こういった紙をねちゃんと使った方が油はしっかりと切れると思います。それでこれお好みなんですけど、ごま油をねちょっとだけ垂らすとめちゃめちゃうまいと思います。そして味付けのための軽い塩、あとは黒胡椒ですね。白胡椒じゃダメなのってね思っちゃうかもしれないんですけど、ダメです。黒胡椒にしてください。そしたら盛り付けですね。ドレッセンに行きます。この時も一応念のため下に紙を引いておくと、もしね油がちょっと残ってたらそれも拭うことができるかもしれないですね。はい。それで一緒に揚げたニンニクたちもこれ食べれますから、ニンニクもね一緒に添えましょうか。
いや、これは最高にやばいっすね。最高にやばいポテト。この薄くスライスされてるところはかなりしっかりとガリッとした食感を感じられて、つながってる部分はホクッとしてフライドポテトの内側みたいな食感になってるんですけど、そのねコントラストがね、もうとにかく極端。ガリッとしてる部分とホクッとしてる部分のねアクセントになってすごい最高っすね。うまっ。揚げてるオイルもニンニクとあと、ローズマリー、ローリエ、タイムってね香草も使ってこうコンフィのような感じに仕上がってるから、香りに奥行きがすごくありますね。ちょっとごま油を垂らしたからな、それも最高だ。ビール止まらなくなるね。これで横にステーキとかあったらちょっとやばいんじゃないかな。これほんと一日中テーブルに入れる。うめえ。これはたまらんっすね。というわけでアコーディオンポテトフライでした。切り方のコツさえ分かれば簡単にできるんで、ぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。お願いします。ピゼリと言いましてイタリアのですね、グリーンピース、はい、右側、生ウニを添えてある方がコンソメのジュレをご用意してます。じゃあ、わら焼きにした、スマダツオでございます。上に